皆さんはジムでやらかしたことありますか？実は女性の 76% がジムに通った経験があり、そのうち 86% が続かなかったそうです。体型が気になったり、マシンの使い方がわからなかったり、緊張して玄人ぶったらレッグプレスを逆向きに使ってしまった人もいるとか。これから紹介するのは、そんなあるあるをぎゅっと詰め込んだ20の失敗談。笑えるだけでなく、二度と同じ失敗をしないための教訓も満載です。最後までお楽しみに。体験談1、見えっ張りな会社員。男性、23歳、営業職。大学を卒業して営業職に就いたばかりの23歳男性。初めてのボーナスで念願のジムに入会した。周囲から筋トレしてるのと聞かれたくて、YouTube で得た知識だけでマシンの使い方を覚え、黒いタイトな T シャツにタグ付きのハーフパンツを履いてベテラン風に装って入店した。初心者だとバレるのが嫌で、胸を張って歩きながら内心はドキドキ。受付で会員証を提示するとスタッフに笑われたような気がし、いや心の中で笑っていたと信じたいと自己暗示。最初に乗ったレッグプレスでは座席に背中を向け、背もたれを足で蹴ろうとしてしまう。スタッフから「すみません、それ逆です」と声をかけられ、周囲のマッチョから「やべんの来たな」と笑われた。次にラットプルダウンで 50kg に設定したが、バーが自重で落下し、ガッコンと大きな音が鳴り、周囲が固まった。その後はプロテインバーを食べながらストレッチエリアで寝落ちし、インストラクターに起こされた。見栄で重量を設定するのは危険。マシンの使い方はスタッフに確認し、初心者であることを隠さない方が周囲も親切に教えてくれる。いや、それ全部漫画のオチじゃないですか。初心者宣言大事です。体験談2、服装選びで大失敗。女性、19歳、大学生。大学の友人に誘われて初めて24時間ジムへ。 SNS で見たおしゃれなフィットネスウェアを真似しようと、派手なピンクのスポーツブラとレギンスを購入したが、実際のジムは単色のウェアが多く目立ってしまった。更衣室で鏡を見ながら「かわいい」とテンションが上がったが、フロアに出た瞬間、他の会員がシンプルな黒やグレーのウェアばかりなのに気づいて赤面。恥ずかしい、帰りたいと心の声が漏れそうになった。トレッドミルで走り始めたが、緊張のあまりスピード設定を間違え、足が追いつかず転倒。周囲の男性が慌てて助けてくれたが、派手なウェアと転倒が目立ちすぎてさらに恥ずかしい思いをした。汗を拭くタオルを持っていなかったため、マシンに汗を残して注意される。初心者が恥ずかしいと感じる理由の一つに、服装がわからないことが挙げられ、ゆったりめの服装やレンタルウェアの利用が勧められている。派手なウェアで目立つより、機能性と動きやすさを重視しよう。ああ、それめっちゃわかります。最初はユニクロで十分ですよね。体験談3、プロテインで職務質問。男性、31歳、公務員。仕事帰りにジムで追い込んだ31歳の公務員男性。真冬だったが体は真夏状態で、そのままタンクトップで駅に向かった。バッグの中にはプロテインの粉末とサプリメントがぎっしり。汗だくで達成感があり、このまま帰っても風邪はひかないと自信満々だった。駅前で警察官に呼び止められた瞬間は「僕何かやった?」と驚いた。警察官に「寒いのになんでそんな格好?」と問いかけられ、バッグの中身を見せてほしいと言われる。大量の粉とカプセルを見て警察官の表情が一瞬険しくなった。これは全部栄養補助なんですと丁寧に説明し、自慢の筋肉を披露したところ笑われて解放された。真冬にタンクトップで帰宅すると誤解される。プロテインを持ち歩く際は容器を分けるなど工夫しよう。いや、それ完全に怪しい人ですって。わら、でも筋肉で説得できるのはすごい。体験談4、鏡チェックで赤面。女性、28歳、デザイナー。仕事帰りにジム通いを始めた28歳のデザイナー。筋トレが習慣になり、筋肉の成長を見るのが楽しみで、
トレーニングの合間につい鏡を覗き込んでしまう。鏡に映る自分の姿を見て少し引き締まってきたかもと嬉しくなり、腕の角度を変えながら細部をチェックしていた。小さな鏡に順番に映り込んでくるマッチョたちの中で他人の邪魔をしないよう気を使っていた。鏡が開いていなかったため窓ガラスの反射を利用したところ、反対側にいたサラリーマンと目が合ってしまった。相手は驚いた顔でと笑い、自分も慌てて謝った。鏡チェックは公共マナーを守って短時間で済ませるべき。窓やガラスに映る場合は向こう側に人がいる可能性を忘れないようにしよう。鏡の取り合いって筋肉満員電車みたいですよね。わかるわかる。体験談5、友達との合同トレーニングで挫折。男性24歳大学院生。筋トレ好きの大学院生男性24歳が運動経験のない友人と合同トレーニングを実施。自分はガチ筋トレ、友人はダイエット目的。追い込みのセットで息が上がる中、友人が必死についてきているか気になっていた。筋トレ後は一緒にプロテインを飲む計画でワクワクしていた。最後の追い込み時、友人は顔を手で隠しながらもうやめてと苦しそうな表情をこちらに向けてきた。思わず笑ってしまい、自分の追い込みが中途半端に終わってしまった。友人は翌日動けないほど筋肉痛になり、二度と合同トレーニングに付き合ってくれなくなった。初心者と合同トレーニングする際は相手の体力に合わせ無理させないことが大切。ああ、それ友達なくしますよ。プライベートまで筋肉満員電車にしないでくださいね。体験談6、体験レッスンを断られた勘違い。女性35歳主婦。子育てが一段落し、ダイエット目的で近所のフィットネスジムに体験申し込みをした35歳の主婦。受付で体験レッスンを受けたいと伝えたところ、今日の予約はいっぱいですと断られた。せっかく勇気を出して言ったのにと落ち込み、恥ずかしさと怒りが入り混じった。自分なんて必要ないのかなと自己否定が湧き上がった。帰宅してホームページを確認すると、体験レッスンは事前予約制であることを見落としていたことが判明。電話で再度申し込むと、スタッフは丁寧に対応してくれた。体験レッスンや見学は予約制が一般的。事前にホームページや電話で確認してから出向くのがマナー。いや、それは完全に早とちりですね。スケジュール確認大事です。体験談7、器具の順番を無視して注意される。男性26歳介護職。ストレス発散のためジム通いを始めた介護職の男性。混んでいる時間帯に行き、空いている器具を飛び飛びで使っていた。早く汗をかきたくて焦り、他の人がウェイトを置いたまま少し離れた器具を勝手に使い始めた。ちょっとだけだからいいかと軽い気持ちだった。戻ってきた男性会員にまだ使ってますと注意され、恥ずかしさのあまり謝ることもできず、そのまま別のエリアへ移動した。後日、掲示板に器具は譲り合って使用しましょう、ウェイトを置いたまま離れないようにと注意書きが貼り出された。ジムでは機器を譲り合い、他人のセットが終わるまで待つのがマナー。混雑時には順番待ちのルールを守るべき。いや、それはもはや横入りですよね。譲り合いの精神大切に。体験談8、スマホ撮影でトラブル。女性21歳大学生。 SNS でトレーニングの様子を共有したいと思い、友人とジムへ。フォームチェックも兼ねてスマホで動画撮影を始めた。人気インフルエンサーのように筋トレ女子って投稿したいとワクワク。周囲を気にせず撮影することがやる気の証だと思っていた。撮影中に他の会員が映り込み、不快な表情でこちらを見る。スタッフから撮影は他のお客様の迷惑になるのでお控えくださいと注意された。友人は恥ずかしさで動画を削除し、もう二度と撮らないと決意。ジムではスマホ撮影が禁止の施設やエリアが多い。撮影する場合は事前に許可を取り、他の利用者が映らないよう配慮する。プライバシー大事ですよ。ハッシュタグよりマナーです。体験談9、ロッカー番号を忘れて一騒動。男性41歳
公務員。仕事帰りにジムへ直行する日々が続いた41歳の公務員。汗だくでロッカールームに戻った際、ロッカーの番号を忘れてしまった。バスタオルを持ちながら何番だったっけと焦り、ロッカールームをうろうろ。周囲の視線が気になり、恥ずかしさで体が熱くなった。スタッフに事情を説明すると、身分証を確認した上でマスターキーで解錠してくれた。次回から番号メモを持参すると良いですよとアドバイスされた。周囲の人からクスクス笑いが漏れた。ロッカー番号や暗証番号はスマホのメモ帳やバンドにメモしておくと安心。迷子ですか？メモしておけば安心ですよ。体験談10、水分補給を忘れてダウン。女性、29歳、医療事務。ダイエット目的でジムに通い始めた医療事務の女性。短時間で汗を流したいと、ウォーキングやサイクリングを休みなく続けた。汗をかくほど体重が減ると思い込み、水分を取ると効果が薄れると勘違いしていた。もっと汗を出せば痩せるはずと自分に言い聞かせていた。30分ほどでめまいがして足元がふらつきベンチに倒れ込んだ。周囲の利用者がスタッフを呼んでくれ、水を飲ませて応急処置を受けた。恥ずかしさとともに命の危険を感じた。水分補給はトレーニングの基本。体重減少は一時的な水分減少に過ぎないため、脱水症状を避けるためにもこまめに水を飲むことが大切。いや、それは危険すぎます。水分補給しないと倒れますよ。体験談11、イヤホンが引っかかって転倒。男性、27歳、エンジニア。音楽を聴きながら走るとモチベーションが上がると考え、コード付きイヤホンをつけてトレッドミルでランニングを開始。お気に入りのアップテンポ曲にノリノリで走っていた。スマホはホルダーに入れていたため安心していた。走行中に手がイヤホンのコードに引っかかり、イヤホンが外れて足元に絡まり転倒。周囲の人がすぐに速度を止めてくれたが、大きな音で注目を浴びて赤面した。膝に軽い擦り傷を負った。トレッドミルではコード付きイヤホンは危険。ワイヤレスイヤホンを使用するか、トレッドミルの操作パネルにコードが絡まないように固定する。それ、動画だったらバズってましたね。安全第一。体験談12、筋肉痛を過小評価して負傷。女性、24歳、保育士。ダイエットのために週3回ジムに通い始めた保育士の女性。初回の筋トレ翌日に激しい筋肉痛があり、 SNS でこれ筋肉ができてる証拠だとポジティブに投稿した。筋肉痛を前向きに捉えてモチベーションを上げていたが、休むと筋肉が落ちると思い込み、翌日に再び足のトレーニングを行った。スクワット中に膝に痛みが走り、その場に座り込んでしまった。トレーナーに見てもらったところ、筋肉疲労が回復しないうちに無理をしたことが原因と説明された。数日間トレーニングを休むよう指導された。筋肉痛は筋繊維が微細な損傷を受けている証拠。筋肉の成長には休養が不可欠で、休むこともトレーニングの一部。筋肉痛は愛せるけど、無理は禁物ですよ。体験談13、プールでコンタクトが流出。男性、30歳、教師。フィットネスジムのプールでリフレッシュしようとした30歳男性。仕事帰りに立ち寄り、コンタクトレンズをつけたまま泳ぎ始めた。泳ぐのは久しぶりで、水の中では顔は見えないから恥ずかしくないとリラックスしていた。クロールを始めてすぐに水が目に入り、片方のコンタクトレンズが外れてしまう。プール内で探そうとしたが見つからず、視界のぼやけたまま帰宅することに。フロントスタッフに相談すると、コンタクトは危険なのでゴーグル必須ですと説明された。プールではゴーグルを着用し、コンタクトレンズは外すか使い捨てにするのが安全。コンタクトが流れたら大惨事。ゴーグル必須ですよ。体験談14、アレルギー食材入りプロテインバーで苦しむ。女性、32歳、事務職。仕事帰りにジムで汗をかいた後、小腹が空き売店でプロテインバーを購入。原材料表示をよく確認せずに食べた。疲れた体に甘い味が染み渡り、これ全部筋肉になるはずとご褒美気分で頬張った。
帰宅後に唇が腫れ、ジンマシンが出始めた。プロテインバーにナッツが含まれており、自身が軽いナッツアレルギーであることを忘れていた。病院で治療を受け、体調が戻るまでトレーニングを休んだ。プロテインバーやサプリメントの原材料を確認し、アレルギーのある食材が含まれていないか注意する。お菓子感覚で食べちゃダメ。成分チェック必須です。体験談15、靴を忘れてストレッチだけで帰宅。男性37歳、自営業。日曜日の朝、睡眠不足のままジムに向かった自営業の男性。着替えはバッグに詰めたが、室内用シューズを忘れてしまった。更衣室でシューズがないことに気づき、せっかく来たのにと落胆。裸足でトレーニングするわけにもいかず、仕方なくストレッチエリアで柔軟だけを行った。ストレッチ中に常連客が「今日は裸足ですか?」と笑いながら声をかけてくれた。恥ずかしさが和らいだが、十分な運動にならず帰宅。以後は前日に持ち物チェックリストを作成。ジムの持ち物は事前に確認し、特にシューズやタオルなど必需品は忘れないようにする。靴を忘れると本当に泣きたくなりますよね。チェックリスト作りましょう。体験談16、ウェイト片付け忘れで白い目線。女性26歳、看護師。夜勤明けでジムに立ち寄った看護師。疲労と眠気で集中力が低下していた。仕事のストレスを解消したくて、フリーウェイトエリアでベンチプレスを行った。重さを増やしたくてプレートを追加したが、片付けのことまで頭が回らなかった。トレーニングを終えた後、プレートをそのまま置いて帰ろうとした。近くの常連客が無言でプレートを外して片付ける姿が目に入り、自分の失礼さに気づいて青ざめた。謝罪したが、他の人の視線が痛かった。フリーウェイトを使った後は必ず元の場所に戻す。疲れている時こそマナーを忘れがちなので注意する。重さより重いのはマナーですよ。片付けもトレーニングのうち。体験談17、ストレッチ不足で肉離れ。男性45歳、バス運転手。座りっぱなしの仕事が続き、運動不足を解消しようとジムに入会した45歳のバス運転手。時間がないため、ストレッチを省略してすぐにランニングマシンとウェイトトレーニングを始めた。早く効果を出したいと焦り、準備運動なんて面倒だと軽視していた。筋トレ動画で見たフォームを真似することに夢中だった。重さを増やしたデッドリフトで太もも裏に激痛が走り、その場に倒れ込んだ。スタッフが応急処置をしてくれたが、病院で肉離れと診断され、2週間運動禁止に。職場でも休暇を取ることになった。運動前後のストレッチやウォームアップは怪我防止の基本。特に年齢が上がるほど筋肉や腱が硬くなりやすいため、十分な準備運動が必要。それは痛そう。ウォームアップは省略厳禁です。体験談18、マシンの座席調整を忘れてフォーム崩壊。女性33歳、SE。立ち仕事が多いシステムエンジニアの女性。ジムにある複数のマシンを使って効率よくトレーニングしようとした。しかし、座席やパッドの調整を怠ったまま使い始めてしまった。混雑している時間帯だったので、早く自分のセットを終わらせなければと焦っていた。調整に時間をかけると周囲に迷惑がかかると思った。シートが高すぎて足が床につかず、ラットプルダウンのバーが胸元ではなく顔に当たってしまった。隣の人から高さ調整した方がいいですよと優しく教えられ、恥ずかしさ半分、ありがたさ半分だった。マシンの座席やパッドは自分の体格に合わせて調整するのが安全。遠慮せずにトレーナーや周囲の人に聞く。周りに聞けばすぐ教えてもらえますよ。焦らないで。体験談19、友人の結婚式前に無理な減量。男性27歳、美容師。親友の結婚式でスーツを格好よく着こなしたいと考え、1ヶ月で 5kg の減量を目標にジム通いを始めた27歳の美容師。食事も極端に減らした。期限が迫る中で焦りが強く、短期集中すればなんとかなると思い込んでいた。体重計の数字だけがモチベーションだった。
急激な減量と過度なトレーニングで体調を崩し、めまいと倦怠感に襲われてジムで倒れた。病院で栄養失調と診断され、結婚式は体調不良のため出席を見送ることになった。友人から無理しないでと心配された。短期間で無理に体重を落とすのは健康リスクが高い。適切な栄養と休養を取り入れ、長期的な視点でトレーニングするべき。本末転倒ってこのことですね。健康第一で体験談20、入会手続きの読み飛ばしで追加料金。女性38歳、保険営業。仕事が忙しい中でも運動不足を解消したいと考え、大手スポーツクラブに入会した38歳の保険営業の女性。入会時に渡された利用規約を読まずにサインした。事務手続きが面倒で早くトレーニングしたいと焦っていた。料金もスタッフが説明してくれるだろうと安易に考えていた。翌月の請求額が予想より高く、契約内容を確認したところ、タオルや水素水のオプションが自動付帯になっていた。解約には解約金が必要で、数ヶ月は追加料金を支払うことに。スタッフは説明しましたがご確認いただけなかったようでと申し訳なさそうに対応してくれた。入会時の利用規約やオプションサービスは必ず読み、不明点はその場で質問する。これは完全に確認不足。契約書はちゃんと読みましょうね。まとめ。事務での失敗にはいくつかの共通したパターンがあります。例えば見栄や焦りから来るものです。初心者なのに上級者ぶって重量を誤ったり、派手なウェアで逆に浮いてしまったりするケースです。またマシンの使い方やマナーの勘違いも目立ちます。座席を逆に使ってしまったり、順番待ちを無視したり、重りを片付けないなど基本的なルールを知らないことが原因となります。健康管理の不足も大きな要因です。水分補給を怠ったり、筋肉痛を無視して無理に続けたり、短期間で急激な減量を試みて体調を崩してしまう。こうした例は珍しくありません。さらに予約や持ち物、契約内容を確認せずに通い始め、恥ずかしい思いや余計な出費につながることもあります。これは準備不足、確認不足と呼べる失敗です。一方で意外と盲点になりやすいのがプロテインやサプリメントの扱いです。粉末やカプセルを持ち歩いていて思わぬ誤解を受けることもあるのです。また鏡が埋まっていてガラス越しに体をチェックしたら向こう側の人と目が合ってしまう、そんな予想外の恥ずかしい場面もあります。友人との合同トレーニングでも注意が必要です。体力差を考えないと追い込みが中途半端になったり、相手がトレーニング嫌いになってしまったりします。ではこうした失敗から私たちは何を学べるのでしょうか。まず大切なのは初心者であることを正直に伝えること。見栄を張らずスタッフや経験者に聞くことで安全で効果的なトレーニングができます。そして事務ごとのルールやマナーをしっかり確認すること。器具の順番待ちや片付け、撮影禁止など施設ごとに違いがあるからです。健康第一の姿勢も忘れてはいけません。水分補給や休養を軽視せず、無理な減量や過度な負荷は避けるべきです。予約や契約内容を確認し、不安なことはスタッフに質問することも失敗を防ぐ大切な準備です。もちろん全ての失敗が危険というわけではありません。服装の選び方やマシンの勘違いなどは後から笑い話にできるでしょう。しかし水分不足や無理な減量、ストレッチ不足による怪我は命に関わる問題です。ここは笑える失敗とは分けて真剣に向き合う必要があります。筋肉痛を成長の証と前向きに捉えるのは良いことですが、痛みが強い時は休む勇気を持つことも大切です。ではどんな人が特に注意すべきなのでしょうか。初心者や久しぶりに運動をする人はまず基本的なマナーや器具の使い方を確認しましょう。短期間で結果を出そうとする人は急激な減量や無理な負荷を避け、長期的な視点を持つことが求められます。 SNS 映えを狙う人は撮影のルールを守り、他人のプライバシーに配慮することが必要です。そして忙しい社会人は予約や契約の確認を怠りがちなので、
事前の準備を徹底することが重要です。ジムでの失敗は恥ずかしい思い出として笑えるものもあれば、健康を害してしまう重大なものもあります。大切なのはその違いを見極め、失敗を学びに変えて次につなげることなのです。それではまた次回のリアルボイス図鑑でお会いしましょう。あなたの初めてが後悔のない一歩になりますように。